ピクラドンダジョンです。今回はナビ VS アンナルギーということでね、クラッシュチャンプスですね。ピーカスのイタクランになります。はい、超強豪との対戦ということで早速やっていきましょう。先行はこちらの方からフルス対戦ピーカストロジャンプオーバーグローの入ったルートライダー編成になります。タイムもそこそこ速そうだ。この手のなんか真ん中ぐるぐる配置みたいなのがね、多いですね、最近。さあ、テスラもあって、キングクイーンを一緒に動かしていく。で、6時10日閉車。ジャンプ。おー、なるほど、ジャンプ強い。このジャンプ強そう。タウンホールまで今のキング拾いに行けちゃうもんな。ただ、6時の方にはロイヤルチャンピオンも割いて、サイドカットみたいな感じもやってますね。で、一気のトームからのガントレット、シングル IT に捕まった。オーバーグローかけて、奥の方は。うん。いいストライカーだな。ストライカーがね、やっぱガントレットに対する弱点だったりもするんで。で、ロイヤルチャンピオンの方も、ここはレイジを使いつつ、外周部ロイヤル、チャンピオンサポート用のルートライダーも出していきます。対地クロスのターゲットこれ拾ってることでね、ロイヤルチャンピオンが生きるんですよね。過去のアタックとかも見直してほしいんですけどね、ピーカスのルートライダーしっかりロイちゃんパートにルートライダー残してサポートしてるんですよね。で、ここ真ん中クイーンの方がタウンホールに抜けるタイミング、速攻のクローク使って、落としていきます。ロイヤルチャンピオン能力解放、裏からレイジフリーズ重ねていって、いろんなユニットが最終区画集まっていく。強いね。ナイス展開。真ん中ジャンプ強いな。セリーニョ、すごい珍しいなって感覚なんですけど、セリーニョは常に5番手を攻めてた人なんですけど、今知らない間に1番手もやってんのかな。ベイビードラホーミングヒット。今こういう罠強いかもね。そもそも前回以外の防衛が取れるのって相当珍しいし、対戦相手も非常に強いんでね。もう外周部にかけるユニット数を減らしていくみたいな。ベビドラとかバルーンをもうできるだけ外周部で落とすみたいな。こういうトラップはいいのかもしれないですね。もはや。なんか守るためのっていうよりはユニットを使わせるためのみたいなトラップ。そういうのがいいのかもしれない。ただトームギリギリまで貯めていくね。ここでトーム一気に入れていきます。前回の配置でもなんか同じような入りのルートライダー飛んできてたな、そういえば。おお。スーパーガーゴイルですが、これはレイジフリーズかけますが、赤爆ヒットとかもあったのかな。なんか、HP 相当削れてましたね。スーパーバーバリアンもこれはタウンホールに向けて投げ込まれていきました。これでタウンホールをこの間に落とすことがなんとかできる。この辺のね、スーパーバーバリアンの判断うまいですね。ただ、ロイヤルチャンピオンの方がもう能力これ使い切って終点結構重いよ。超弾大砲シングル。キングがもうここでへたれたので、第1クロスまで伸びず。これは守りましたね、さすがに。珍しいの一番ってどうなんだろう。今違うのかな、攻め順。新メンバーとか入ってたりするのかな。この辺もね、いろいろ攻撃順とかいろいろ入れ替えることで、なんかいろいろ試してるとかもあるかもしれないですけど。さあ、これはクイーンのみが残っていって、スーパーバーバリアンも1体いるんだけど、いい、リクスケ。ジャンプ切れた。ジャンプ切れた。いいリクスケでジャンプ切れたわ。破壊率もこれによって伸びなそうですね。スーパーバーバリアン外周部切って、もうこれはクイーンは第1クロスに捕まっちゃったのでってことで、第1クロスの大砲に捕まらないようなところからスーパーバーバリアン刺して破壊率を伸ばしていきます。落ち着いて施設2つを伸ばしていきました。いきなり防衛取れるのは熱いね、この相手に。さあ、ガルートライダー編成。ジャンプ入り。キングからのスーパーバーバリアンジャンプ。ベビドラサイドカット。インビジブターの解除。ジャイアントアロー。12時の方向からクイーンが飛ばしされてきました。キングガントリット、そうだね。使いたい。こういう使い方するんだったらやっぱちょっとサッカーボールはこの使い方に合わないよね。サッカーボール単品で見たらめっちゃ強いんだけどね、あいつ。で、6時からタウンホールに向けて。で、クイヒーの方もレイジ寄ってフリーズ間に合わない。いろんなところをね、同時に見なきゃいけなく、かつ、呪文とかもね、咲かなきゃいけなかったので、クイヒーの方が遅れちゃいましたね。レイジフリーズ。ヒーラー人形から出たヒーラーはね、3体しかいない上に、レベルも18レベルだとちょっとわかんないけど、
自前のヒーラーよりレベル低くなるからね、出てくるやつ。カンストって何レベルで出てくるのかわかんないけど。マックスかな多分さすがに。とはいえヒーラー3体をなんか1本の矢をね、両方から打ってきつつ、おでんぞもかかってたんでね、超軽く高かったからね、ヒーラー5体でも高いところだったので、さあ裏からスーパーバーバリアン削りを入れて合流を図ります。もう残ってるヒーローもおでんだけという状況か。まあ本来ならばここはクイーンが潰すはずの予定だったというところにね、呪文まで割いた上で取れてないのがやっぱきついかな。ペッカも生き残ってることでターゲット取ってくれて、スーパーホグが生き残っていく。さあ、おでんがどこまで削れるか。頑張れ、おでん。ペッカも溶けて、ここは超弾逮捕に捕まって、壁越しユニットいなくなっての終了。93%。珍しいですね。2本ずつ。失敗が生まれましたが、破壊率の方でリードが取れてるので、リード変わらず。クローンが2発入ったというところですが、バルーンなのかなこれ真ん中まで飛ばす。またちょっと変わったルートライダー編成になりそうですが。おー。ジャイアントアロー結構使われてますね。今回のはエアスイーパーも降りたい目的がありそうな感じではありますかね。ジャイアントアロー使っちゃうとね、フローズンアローとか使えなくなっちゃうんでね。ヒーラー人形とアローという使い、あれになってるので。で、ここは突撃艦で、援軍の方がアイゴレドラゴン。結構強いんじゃないこのドラゴン。ストームかけます。ホーミングめっちゃヒットしてる。鬼のようにホーミングヒットしてる。で、クイーンの方落ちてる。これも守ったか、ワンチャン。ダブルクローン真ん中へというところ。あ、イエティか。さすがに。安いもあるし。マルチ IT ポイズンターというところで、バルーンよりはイエティの方が刺さるというシーン。さあ、クローンかけてイエティ増やしましたが、左のマルチは残っていきました。キングが頑張ってサッカーボール蹴ってます。3時サイド。で、クイーンが残した跡地の方に、スーパーバーバリアンとか差し込みつつ、いや、初手のアイゴレドラゴンの防衛援軍も結構刺さってましたね。さあ、ロイちゃん能力発動ですが、そのタイミングでリクスケ出てくるこの辺のトラップ調整もうまいね。いいトラップだ。さあ、真ん中マルチ残ったの痛いか？イエティが折れなかった真ん中マルチ。ロイちゃんこれで解けるでしょう。ロイちゃん解けましたね。あとはスーパーバーバリアンとおでんが生き残っている。さあ、ウォールブレーカードカンと入れて、すべてのユニットをもうすでにここで出し切りました。ハーランドは足を押さえて倒れ込んでいます。さあ、テスラの方がウィザードで折れて、オデヒーがモノリス突破？インチキ全開がこれは。巨爆ヒット？マルチ IT とで戦っていって、これは守れそうだったんですけど、なんと持ってかれる。いや、だいぶ惜しいな、これでも。めっちゃ防衛取れそうなアタックでしたね。カズマくん、オーバーグロージャンプ入りのルートライダー編成。バルーンからの突撃艦。しっかりこの辺ね。うわー、ホーミングすごいな。ホーミングすごいな。ホーミングすごいな。いやー、ホーミングすごいな。6時が殺意の塊だ。さあ、イエティの効果でなんとかイーグルまでは降りつつ、援軍釣りたい目的もあるんですけど、新レベルイエティということもあってギリギリ間に合いましたね。あとこれもう時間勝負じゃなくなってるんで、こういう時間を使うやり方をしても OK というところも落ち着いてますね。バルキリーで、バルキリー強いですね。こういう細かい援軍に対しては。反対サイドにキング出していって、キングクイーン。アイゴレの方は12時の方で勝利をしていきます。ジャンプ一発。6時の方には初見殺しのリクスケテスラとかいろいろ出て、ロイヤルチャンピオンは短期で角度変えて、少しずらしたところから投げ込んでいく。リクスケ6時固まってますね。ただここはバルキリーが強い。ルートライダーが6時の穴を開けてくれたので、いい感じに合流ができそうです。ロイちゃんの方にもレイジをいて、クイーンクローク、キングも HP がだいぶ持ってかれてるところ。オーバーグローはタウンホールに打つんですかこれは。フリーズ打ってクイーン延命、レイジまで置いてクイヒーのような使い方。さあ、真ん中にはオーバーグローかけていきます。フローズンアローもついてることがあって、これは乗り切れそうですね。ナイス。
で、3時の方向に向けてトーム打って、クイーンの方は延命されました。ユニコーンついてるので、後でまた HP 回復して合流ができそうですね。で、12時の方は突イエティをした跡地のところになってるので、今回収を入れていって、あとは外周部削って内側の方に戻していく作業。さあ、ポイズンタワーは、いいね。ロイちゃんにはかからない3時の端っこの方について、フリーズが一発あるんですけど、まあ、タウンホールぐらいしか打つとこがないかな、もう。ナイスフリーズ入れて、タウンホール、クイーンも、ロイヤルチャンピオンも、両サイドから打てるような状況を作ってナイス展開。ガーサス。あれ下残ってた。ガーサス。さあ、ベルナウ。タイムも速い。ジャンプ入りのルートライダー編成。ベルナウのね、空飛とかも、たまには見たいんですけど。キングクイーンと置いて、6時10日閉車。この辺のサイドカットなしで、何気なくしっかりコントロールしてますが、うまいですね。ゴーレムサイドカット、ウォールブレーカー、モノイスのターゲット、ゴーレム。で、マルチアイチャーターンのターゲットもここ、ゴーレムをね、割れることによって分散しつつ、キングガントレット。で、6時の方からルートライダー発進で、サッカーボール蹴りまくってるだけで、ヒーロー、ナイスクロック。モノリスに使ってましたからね、クイーン。で、レイジトームですが、テスラモリによってだいぶルートが崩れてます。この配置も結構強いね。いつも形崩れてる。タウンホールまではしっかり食い火になったことで突破をすることができました。ロイヤルチャンピオンの方は長弾大砲にボコスカ殴られて、ここで能力発動。やっぱヒーローペットをいかに殺すかみたいなところあるよね、ロイちゃんは。フォックスをいかに殺さないと、やっぱロイちゃんはもう伸びるだもんね。すごい伸びてるよ。もう反対サイド。下側のところで能力使って反対サイド全く同じところまで伸びてきたよ、この人。で、最終点、ここはルートライダーと合流。シングルインフェルノは逆にシングルすぎるので、1ターゲットということで、数で押しての全開です。ガーサス。さあ、星361天才のラバル。あれこれナビの配置反転させてね、ベルナウ。ナビが使ってる配置を使ってきましたね。さあ、ここはシューターを採用して、ババーチャでしっかり迫撃砲のターゲットを取りに行くみたいな使い方をしています。で、今のはテスラチックも途中で挟んで。で、真ん中天才。まあ、破壊率で差がついてるので、ゆっくりやっていいシーンなので、こういうシューター採用とか、時間も使っていいので、ゆっくり待ってる感じですかね。そうなれば、この配置はね、時間かければ全開は取れるタイプの配置だと思うんで、攻め方はね、知ってると思うんで。急ぐときにやっぱこういうところがね、取りづらく時間かかっちゃう配置なんで。かなり時間使いますね。で、ここで援軍釣って、溜めすぎるとね、これ援軍がシューターに向かっちゃうんでね、もう即座にクイーンで9時サイドに引き寄せていく。うまいね。で、ストライカーも刺してフリーズまで使って、やっぱ防衛のストライカーが強いな、ここら辺とか。ベビドラ美味しいな、それ。ストライカー走っていきましたが、フリーズ入って。シューター強いね。シューター対策してないからね、当たり前だけど。キング、そうだね。キングで対1クロスのターゲット取って、アイゴレで、そうだね。クイーンのターゲット取って、ウォールブレーカー。ベビドラカットも入ったので、で、ロイヤルチャンピオン。よかった。外に広がる膨らみ方したらだるかったけど。で、クイーンはタウンホール打てるような状況。しっかり黒く打って、キングはキングでフィスト。強い。ラバルパートが3時からです。角テスラが置かれたり、結構ホーミングこっち固めであったのでね、ラバが即時したり、ラバル対策も一応意識はしたホーミングになってるのかな。シューターもだいぶ仕事してくれましたね。真ん中テスラがここで入っていく。本家ってここにあったっけ配置。テスラ。どうだったかな。1機のレイジトーム下がロイヤルチャンピオン角度ずらして6時からバルーンも使って入れていきます。フリーズ使ってクイーンの延命。ロイヤルチャンピオン能力発動。これロイヤルチャンピオンがね、マルチ IT に向かうように、しっかりサイドカットのバルーンも使ってるようなイメージですね。左側。6時の左の方ね。さあ、ここでユニット間に合いまして。
まあ自分たちで使ってる配置なんでね、フレチャレとかやってるとかも大いにね、考えられるので、取り方しっかり分かった完璧な攻略ですね。さあ、ルーピー、ラバル。今見ましたよ、これ。今見たよ、この配置。さあ、同じラバルですが、天才ではないので、どういう風な取り方になるのか。純正のラバルですね。同じ配置を、同じようなラバルで攻略していくわけなんですけど、イーレオパートが当然違う人がやるので変わりますね。さあ、イゴリの処理。反対サイドスニゴブカットですが、金庫折れず。うん。大砲のカットもできず。ちょっとここ手間取ってますね。スケルトンの呪文を置いてから、キングパート始まりました。キング入っちゃうけど。なんか入れたくなさそうなスタートだったけどいいのかな。まあいいや。ガントリと強すぎだろ。ロイちゃんに気づくこともなくタウンホールが。タウンホール殴ってるだけでロイちゃん勝手に折りましたね。ここもスケルトンの呪文を追って、まあモノリスのターゲット拾いたいみたいなね、スケルトンだと思うんですけど。もう、ポマーで6時見て、やっぱ空に対応する、あれがないっていうところが強いですね。で、左サイド、9時から一機のラバ、レイジトム。で、ロイヤルチャンピオンは能力を発動していきます。で、モノリスマルチ IT のところフリーズ打ちつつ、ヒーラーを生み出すことで、これロイちゃんにも回復量を与えてあげてね。強い。で、まあ、さっきはテスラがこのモノリス近くに生えてきてはいましたが、まあ、やっぱりこっちはテスラがないですね。今、この辺の外周部広がらないような目的のテスラが、両サイド、6時の方も、12時の方も置かれてますね。10時だったりとかも。さあ、あとは数で押し切ってって、しっかり全開まで伸びていきます。まあ、お互いにその配置持ってるなら、まあ、取り方分かって練習はしてそうですね。フレチャで練習した成果を今、発揮してるみたいなアタックじゃないかなと思います。ガーサス。さあ、クラウス。ここで日が食い日が分かりませんが、そんな感じのアタックに、クエイクが入ってるので、ファイヤーボール確定演出ですね。で、ポイズンが入ってないので、クランジョぶち当て案件ですね。ってなると、10時からですね。テスラチェックのアーチャーからオデイン置いて、インビジブル、うまいインビジブル。で、真ん中ドカンからの、クエイク揺らしで、クランジョまで削っていく。これ強いっすね。で、後からテスラ出てきても関係ないからね、こんなんね。で、反対サイド、ペッカ、キングのためのサイドカットにペッカ採用というところ、ウォールブレーカー使って、ベビードラ9時。ちょっとそこ残りそう。スーパーバーバリアン入れた方が良さそう。入んなそう、それ。入れてきますが、カットは間に合わず。やはりそれましたね。キングの方はジャンプ使うのか、ウォールブレーカー使うのかですが、どうでしょう。さあ、レイジュイテックイヒ頑張ります。さあ、インビジブル隠していきますが、戻ることはなく。で、現れたので、そのまま進んでみたいな感じ。ジャンプ入れていくことができるか、真ん中にしっかり戻ってくれる。ちょっとクイヒーのコントロールが暴れてますね。しっかり、行ってほしい方向に進んでほしい。シングル IT 捕まって、トームはもうないんでね。そうですね。呪文でかわすしかありません。で、ロイヤルチャンピオン6時からのサポート。ここからランチャー転がしていきます。真ん中の方向へ。耐えれるか。クイーンは黒くって、ランチャーが壁をダメージ入れてくれたおかげで、タウンホールまで先に降りたい。ナイス。で、ロイヤルチャンピオン能力発動。シングルインフェルノなんでね、ここはホグにターゲット取らせて、ロイヤルチャンピオンが頑張る。3時からはラバルを使って、あとは数で押せるかどうかというところ、フリーズとヘイストが一発ずつ。中身からはバルーンライダーが出てくる。クイーンの方は潰れましたが、これはなんとか全開まで伸びそうですね。ヒーロー潰れたけど、バルーンの方を潰す施設がありません。ナイス全開。さあ、これでなんとか破壊率をキープしたまま、最終アタックを終えたので、勝ち確ですね。
バーサス。対戦相手ラストアタックパトリーニョ。逆にこの人がね、先頭を切って走ってくることが多いんですけど、セリーニョとパトリーニョの立ち位置が変わった感じですかね。もうチェックすらせずシュータードカンと置いてって3時。もう男のシューターセットですよ、こんなん。シューター対策してる配置なんて今時ないだろと。いきなりボンと俺は置いてやるぜと男のシューターセット。さあ、ゴーレムで第1クロスのターゲットを取りつつ、キングのためのジャンプ。クイーンの方はタウンホールに向けてウォールブレーカー入れつつ、6時の方からルートライダー発進。アイゴレドラゴンですね。ジャンプ強い。ジャンプガントレットですが、アイゴレが止めてくれています。さあ、これはインビジブルタワーフリーズはかけることができない。もはやかけなかったみたいなところもあるかもしれない。さあ、ここからフリーズを重ねていって、フリーズと。クイーンは、そうだね、黒くってタウンホールはとりあえず確保。6が、モノリスも入ったので一瞬。アイゴレドラゴン強いね。この、キングパートに当たっても仕事するし、ルートライダーパートに当たっても仕事するし、クイーンに当たんなければ、クイーンに当たってもアイゴレが仕事するから、アイゴレドラゴンが意外と組み合わせとして強かったりするかもしれない。スーパードラゴンよりも仕事してる感がある気がする。さあ、これは最終アタックはしっかり全開取られていきました。うまいね、相手もね。さすがに世界大会出場クランなので非常に強い。出場クランどころか、前年のチャンピオンか。冷静に考えて。はい、というわけで終わりまして、14対14破壊率での勝利です。非常にね、対戦相手も強いクランだったんですが、防衛がね、早い段階で取れて非常に楽な展開になりましたね。早めに防衛が取れるとタイム勝負になることがないので、ゆっくりね、星さんのようにシューター採用ができたりとか、確実に全開取れるプランで攻めることができるっていうのは、いいですね。やっぱ見てる方もね、時間勝負はそれはそれで面白いんだけど、なんか、また違った編成が見れる喜びっていうのもあるんで、防衛さえ取れちゃえばシューターが最強兵器だね、やっぱりね。さっきのも今のもの見てると。シューターはマジで強いよ。インレベル出てるし。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、ラッチの方と次の動画でしましょう。さよなら。